だから、ね、もう摂理っていうのは常に変化します。はい。で、ここへのね、向き合い方、が、変化を楽しめるのか、変化を怖がっているのか、これだけなんです。で、これをね、受容するっていうことと、拒否、したりだとか、抵抗したりだとか、そうすればするほど痛みは増しますなんです。なので、うーんと、前に、鹿島正三さんの、なんだっけ、本をご紹介したんですけど、これはね、鹿島正三さんのね、はい、受け入れるっていう本なんですけど、はい。で、あの、よく精神世界でもさ、受け入れるっていうこのキーワード出てくるでしょ？受容するとか受け入れる。いやいやいや、国際さん、受け入れられないんですよ。受け入れられたら楽なんですよって、あの、話、よく出てくるんだけど、なんで受け入れることが救いなのかっていうのが、その理屈なんですよ。はい。で、それをね、ものすごく分かりやすく書いてくれてるのがこの本なんですけど、あ、そうそうそう、佐藤さんが書いてくれました。前ご紹介した求めないってやつですね。はい。じゃあ、ちょっとだけ紹介する。今パッと出たとこね、読むと、すごくね、シンプルにね、もう、このぐらいの感じで書かれてるの。はい。受け入れる。今の自分、ダメな自分、愚かな自分、恥ずかしい自分を受け入れる。そして可愛がってやる。すると勇気が湧くよ。小さな自分なりの勇気がねっていう、こういうね、あの、詩みたいなのがずーっと続いていて、受け入れる。もうこれなんてもう、これだけよ。はい。なんですっごく読みやすいの。だけど、ものすごく大事なことが分かりやすくなる。あの、書かれてるから、受け入れるっていうことが分からない方、ぜひぜひちょっと、読んでみてください。でね、えーっと、受け入れるって本当難しいのよ。受け入れたくないこといっぱいあるんだもん。っていうか、自我っていう構造自体が、物事を受け入れたくないでできてるわけ。あの、段階があって、うん。えーまず、一般的には、あの、起きていることに対しての拒否だとか、抵抗。これが、現実に向き合う時の多くの人の姿勢です。今のままじゃダメだって。受け入れないなんですよ。受け入れるのが難しいんで、その前段階があるんです。ね。ええ、それがね、認めるってことなんです。受け入れると認めるって別なんですよ。受け入れたくない内容だったとしても、例えばさ、こうやってコロナウイルスの蔓延とかっていうところ、蔓延自体はやっぱり受け入れようとしても受け入れられないよってなったりするじゃん。でも、認めるっていうのは、ね、拒否するか受け入れるか別として、そうなっているんだっていうことをね、認めるってこと。受け入れられなくても。それが、だってそうなんだもんっていう、これが認める。で、その先にあるのが受け入れるだ。さっき言ってた、世界ってのは変化するものだって話しましたけど、はい。この摂理のことを、あの、
お経ではね、あの、阿弥陀仏って言うんです。この森羅万象の動きの全部です。はい。その動きのことを阿弥陀仏って言います。で、例えば、ね、人はみんな他界するわけですよ。体が動かなくなるわけです。はい。で、そういうものだって受け入れる。で、受け入れる、時にさ、はい、あの、この受け入れる、だとか認めるっていうのを、このお経で言うと、ナムっていう言葉になる。このナムもさ、あの、ニュアンスが難しいんだけど、帰依するって。ね、それこそさっきの波が来たら、もうこうならざるを得ないんだっていう、そこですね。で、今、皆さんが書いてくれた降参するっていうことなんだけど、降参ってのは負けることじゃなくって、参加することから降りるって書いて降参なんですよ。だから抵抗するっていうのが参加っていうことなんですよ。だから抵抗することから降りる。で、これが南無阿弥陀仏なんです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って、あれ現代用語にすると、しょうがないんだ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 なんですよ。で、お仏壇に手を合わせて南無阿弥陀仏って途絶えてるのは、ね、その、亡くなった方を成仏させているさせる呪文を唱えてるわけじゃないの。愛する人が他界してもう目の前にいない、家族がいない、寂しい、苦しい。だけど、しょうがないんだと。摂理ってのはそういう風にして動いてるから。あの、だから、ね、もう人が他界してしまう、家族が今ここにいないこともしょうがないし、そこにね、自分のこの悲しみや苦しみっていうものがコントロールできないっていう状況もしょうがないし、しょうがないんだ、しょうがないんだ、しょうがないんだ。この南無阿弥陀仏から、この受け入れるっていうところへの移行、ね、この波に対する抵抗、これで苦しみが増しているところから、こうなることで楽になっていく。なんで、あれ、南無阿弥陀仏なんです。生命に意志はあるのと言われましたが、そもそも PQ さんは命ではないんですか？やはり命の持ち主だと思っていらっしゃいますか？ PQ さんに意志があるということであれば、それは命の意志ってことにはなりませんか？もし命の持ち主が PQ さんだったら、命に意志はあるのってことになるかもしれないけど、PQ さん自身が命だったら、意志がここにあるんであれば、それは命の意志なんてねえのってことになりますよね。伝わるかな？降参してたら他力がどんどん働いてきますということで、まあそうですね。なんですけど、本当はもともと他力しかないんですよ。自力で何かやってるっていうのが勘違いだったってことが分かってくるんですよ。うん。だから抵抗がなぜ生まれているのかってことなんですよ。こうじゃなきゃいけないということ、その発想はオリジナルじゃないでしょ。いつの間にかそういうものだっていう思い込みが作られていて、だから自力じゃないのよ。その反応が出る
縁があったってことなの。他力を別の言葉で言うと神の意志みたいなって、いやいや、だから、仏教はその神っていうことをね、全てを無っていうわけだから、神はないわけよ。ね、で、どう言ったらいいかな。だからそういう主体がないの。うん。他力しかないと分かっても、やっぱり自力で努力しちゃったりするのでしょうか。そもそも他力と自力が伝わらないですよね。こうして見てるとね。うーん。いや、よくね、これも何度目になるけど、今このカップがこの温度になってるのって、カップの自力じゃないですよね。この室温だとか、この材質だとか、内容物の温度だとか、ね、僕がこう触れることによる体温だとか、その関係性において、このカップの今の温度ってありますよね。で、今こう思った時に、こっち側と触れているところでまた温度違うんですよ。で、そうなった時に、カップの自力で温度の変化は生まれてないでしょう。悲しませとけばいいのですねって、そうなんだよね。さっきの抵抗と受け入れるって話なんだけど、この悲しみ分かりやすいじゃん。例えばベルさんがね、もう悲しくて悲しくてしょうがない、もう涙流したい時に、泣いちゃダメって言われるのと、今は泣いていいよって言われるのと、どっち楽ですか？悲しいっていうことが今まさに起きているのに、そこに抵抗して悲しんでちゃいけないって、これはやっぱり抵抗拒否になりますよね。そうすると悲しみは流れず、そこに苦しみとしてとどまることになるんですよ。だけど悲しい時に悲しいって悲しんだら、それは悲しみとして苦しみにならずに悲しみのまま流れゆくんですよ。例えばさ、今ここにこのカップがあったから、カップで例えようができたわけだよね。だからここに、このタイミングでカップがあるってことも縁だよね。元からこの例えをするために用意しようってしてたわけじゃないからさ。うん。さて、こんな感じで、1時間になりましたんで、はい。次の配信でお会いいたしましょう。はい。今日もお付き合い、そしてたくさんの、コメントありがとうございました。はい。どうぞ、ゆっくり寝てください。ありがとうございました。せばー。